今回は大きめなテントで薪ストーブを楽しみたくてキャンプに来ました。焚き火台を忘れたけど薪ストーブで代用してゆったりとした時間を過ごしました。現在の気温は 2.4 度。結構寒くなってきました。テント内はこんな感じです。薪ストーブを本当は横にね、窓があるので見えるようにしたかったんだけど、穴の位置的にこの置き方か、もっと真横向けて窓が結局ない方向にしか向かなかったので、こんな感じでテント内を使ってます。窓は TPU にしたので、外の景色が透けて見える。ただ、カメラで撮ると全然透けてる感が見えない。今日は引きこもりキャンプなので、今から薪ストーブに火を灯します。昼間に薪ストーブで焚き火をしたから、中にまだね、若干残ってるんで、そんなにいっぱいは入れないとこうかな。もう鎮火はしてるけど、火つけちゃえばすぐ炎が立つので、そこまでいっぱい入れずに、曇っちゃった。見たかったのに炎。火力が上がれば見えるのかな。今のところ気温は 2.9 度なんですが、3度。何度になるか楽しみです。今薪ストーブつけ始めて多分15分20分ぐらいなんだけど、3度から一気に17度。めちゃくちゃあったかい。一瞬扉開けただけで一酸化炭素一気に増えた。さっきまでずっとゼロだったのに。よかった、数字落ちてきてる。安心。本日の夕飯は鍋しゃぶ。
ント内は20度。あったかい。じゃあしゃぶしゃぶをしていただきます。しゃぶしゃぶ。2個ぐらい入れとこう。時間かかりそうだから。ちょっと火力弱いけどグツグツはしないけど問題なく火は通りましたね。じゃあこれで千切りキャベツをくるんでいただきます。熱い。めちゃくちゃ美味しい。こんな感じでお肉で野菜をくるんでいただいてます。食べ終わったので今から締めのうどんを作ります。火がもうほとんどないので先に巻き追加かな。そもそも全然もう燃え尽きてほとんどないや。沸いてる沸いてる。きしめん。できたできた。じゃあ締めのきしめんをいただきます。いただきます。めっちゃ美味しい。すごい体に優しい味。おいおい大丈夫かい。つながってるけど。よいしょ。ごちそうさまでした。もうねペロッと食べきりました。これ捨てると食材のカスが詰まっちゃうので、これはもう冷まして凝固剤で固めて持ち帰ります。それでね、薪ストーブがもうほぼほぼ鎮火しちゃって、今時間がね9時半だから10時には消灯って考えたらもうこのまま鎮火させようと思います。楽しい薪ストーブの時間だった。ただね、ちょっと薪ストーブ下手でしたね。もっと他の人はもう熱々で料理できたのに、私沸騰するのもやっとみたいな感じだったので、途中まで調子良かったんだけど、多分うまく薪をくべれてなかったんだろうな。いや、勉強になった。
気に入りのトウキビ茶。パワーガスじゃないから火力がだいぶ弱くなってきちゃった。あとちょっとで沸くんだけどな。今ね、テント内はね、4度でちょっと寒くなってきましたね。息がね、結構白くなってきて。でもね、この寒さ嫌いじゃないんだよね。0度切るまではなんとか耐えられるから、これぞ冬キャンプって感じで、この寒さ結構好き。時間かかるし、パワーガスに変えるか。そもそも使ってたのがね、ガスがあんまなかったから火が弱くなったのかも。沸いてきた沸いてきた。ライターを忘れちゃったので、焚き火の時の火付けを燃やしてつけて、これは薪ストーブの中に入れて鎮火させます。多分これならすぐ鎮火すると思う。つかなかった。寝る時のぬくぬくグッズ、湯たんぽを温めよう。やばい、硬くなりすぎて開かない。こういう時は硬いものを入れて、よし、開いた。いつもね、沸騰した時にこぼれちゃうから、多分水が熱されて容量が増えるのかな。だから今日は溢れる前に火を止める。あ、そろそろじゃない？ロシア、あ、いけたいけた。あ惜しかったな。でも湯たんぽより水少ないとダメだもんね。閉める前にへこみ防止のため口元いっぱいまで入れろって書いてあるわ。なかなか難しいな。湯たんぽ膝に乗せるだけですごいあったかい。やっぱり0度切らなければね、こういう湯たんぽとか北海道とかこういうダウン着て厚着したりすればね、全然耐えられそう。あとはお茶飲んで体の中から温める。全然あったかい。
こんな感じで寝ます。では、おやすみなさい。おはようございます。めちゃくちゃぬくぬくで寝れた。やっぱりね、電気毛布のおかげですね。マットが底冷えしないから上からかけてぬくぬくすることでね、めちゃくちゃ快適。昨日は最低 0.5 度まで下がりましたね。電気毛布に湯たんぽにインナーシュラフ使ってマットも厚手で底冷え対策すればね、ぬっくぬくで眠れました。よし、じゃあ朝ごはん作ろうかな。久しぶりのホットサンド、肉まんホットサンド。昔キャンプ頻繁に来た時高確率でこれやってたけど、最近やってないからね、楽しみ。焦げないように。よし、これで均一に焼けるはず。できたかな。お、いい感じいい感じ。じゃあいただきます。大丈夫かな。熱い熱々。お、あ、剥がれ。危ない。ちょっと待って。熱い。危なかった。どう食べようかな。お箸。あ、後ろもね焦げてなかった。よかった。よいしょ。じゃあいただき。熱い。よし、これでいける。じゃあいただきます。この肉まんのね、皮が大好きなのよ。うん、おいしい。ごちそうさまでした。美味しかったけど、あと45分で撤収しないとチェックアウトだから。薪ストーブもあるとね、45分じゃかなりギリギリ間に合うかな。この辺は家帰ってから洗うので全部まとめておきます。
無事撤収完了しました。チェックアウト3分前、急ごう。楽しかった。今から駐車許可証を返してからチェックアウトです。今外の温度8度だけど、テント撤収ドタバタで多分7分ぐらいでやれたかな。だからもう汗だくでね、暑い。レゴイレよ。昨日夜トイレ行く時にこういう左側の草むらみたいなとこからガサガサって聞こえて、めっちゃ怖かった。何だったんだ。サイズ的にそんな大きくなさそうだが、クマとかではなさそうなんだけど、猫とかタヌキとかそういう系かな。やっぱね、ソロキャンプってどんだけ安全なキャンプ場でもそういう自然相手だから動物とかが怖いんだよね。こっちのフォレストエリアだとたまに猫ちゃん見たりするけど、ホワイトエリアの方では猫とか動物見たことないから、ほんとね、何だったか気になる。今チェックアウトしたので、これから帰ります。今回はちょっとね、薪ストーブが思ったよりうまくいかなくて、だってまあ1年ぶりだもんね。そりゃ忘れてるよね、どうやって使うか。また薪ストーブリベンジしたいですね。あとは、焚き火台忘れたけど、薪ストーブあればとりあえずなんとかなるっていうことが分かったし、もう一個持ってるポモリーの薪ストーブだったら、上外しちゃえば本当に焚き火台として使えるから、焚き火台と薪ストーブどっちも持ってくっていうのを考えたら、ポモリーの薪ストーブ持ってけば1個で賄えるなぁと思いましたね。昔それでね、徒歩キャンプもやった気がするんだよね。だからちょっと、焚き火をね、したいね。楽しかった。やっぱり久しぶりの火遊びは楽しいですね。最近車中泊が多かったから、あんまり火遊びとか自然に触れて遊んだりとかしてなかったから、久々の火遊び楽しいって思って、薪ストーブはインすると、やっぱり一酸化炭素とかそういうのが不安なので、まあ自己責任だからね、無理してやらずに、テントの入り口にちょっと入れる形で、なんかほんわり温まるとか、そういう使い方でもね、心配な人は全然いいと思います。あとは一酸化炭素チェッカーを必ず持っていくことですね。意外とね、その薪入れる時にちょっと開けただけでも、すごい一酸化炭素反応してたから、まあ言ってもマックス30ぐらいだったんだけど、やっぱね、何かあってからじゃ遅いので、私はね、楽しい遊びで死にたくないから、その辺はね、自己責任でやるなら安全に楽しめるのがいいんじゃないかなと思います。ということで、久しぶりのキャンプ楽しかったです。じゃあ今から頑張って帰ります。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。Twitter と Instagram と TikTok もやってるよ。